皆さんこんにちは、バルケインプロスタッフの荒川です。本日はですね、私の生まれ育ったふるさとでもありますこちら栃木県、大田原市にあります緑フィッシングエリアさん、こちらにですねお邪魔しております。そして、本日はですねじゃんライオウムナノ、ノーマルサイズのライオウムも含めてなんですけども、これからねこうますます、1年の中でこう一番水温が低くなって、特に朝一なんかはですね、トラウトの動きもスローになりがちなんですけども、そんな状況でこそ非常にこう効果的なこのライオウムナノ、そして、実は11月にブルガリアで第4回、トラウトエリア世界選手権という世界大会が、開催されたんですけども、私チームジャパンとして、参加させていただいて、チームジャパン優勝、そしてなんと、私個人成績でも優勝させていただいたんですけども、その時に大活躍したのがこのライオウムナノでございます。というわけで、改めてですね、ちょっと使い方なんかもご紹介しながら、本日はライオウムなので、こちら緑フィッシングエリアさん攻略していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、いい感じになんか雪がちらついてきましたけども、寒波襲来ということでね、今日も非常に冷え込みが強い中ですけども、ライオウムナノ、バルケインでいうところだと、ボトムプラグだとシャインライドっていうのがね非常にこうポピュラーで、使いやすくて実績も抜群というところで、あとライオウムナノ、ライオウム、そしてバルキャノンっていうの、あとシャインライドなのかな、ボトムプラグがありますけど、基本的にこの、ライオウムナノっていうのはアピール力がね、強すぎないっていうのが非常にこういいところで、シャインライド、バルキャノンっていうのはね結構アピール力が高くて、元気な魚、活性のいい魚、あとは本当にこうタフな魚も連れてくれるんですけど、そのシャインライド、バルキャノンを食ってこれない魚が、このねライオウムナノってものすごいこうね好反応を示してくれることが本当に多々あるんで、今日はちょっとそういったところをお見せできればなと思います。で、基本的にこのライオウムナノを動かす上で、ポイントとなるのが、早く動かしすぎない、大きく動かしすぎない、強く動かしすぎない、こうねやっぱり今置いといたら当たってた、弱い動き、弱いこうアピールで誘っていくっていうのがものすごい大事になってくるんで、特に朝一冷え込みが強いとか、日中もねこう水温が上がりきらずに魚の動きがボトム付近でスローっていうような状況でも、本当にこのスローな動き、弱い動きっていうのがものすごい効くことがあるんで、そこがねこのライオウムナノの、強みでありますね。強すぎないのが強み、これです、ライオウムナノ。さあ、で具体的にはですねどういう誘い方で誘っていくかっていうと、まずは、デジ巻きでこんな感じ、ゆるーく巻いていきます。シャインライドだとパン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 とか、あとクイックなデジ巻きが効くし、すごい相性のいい動かし方なんだけど、ライオウムナノは、基本的に割とこうスローテンポなデジ巻きで、あんまりこうボトムから跳ね上げさせないイメージで、僕はね探りを入れることが多いですね。で今投げてるのが、今シーズンの新色の毒キノコっていうグロー系の非常にこうアピールの強い色で、この辺も動き自体はライオウムナノってこう弱いんだけど、そこをねこうアピール力のある毒キノコっていう割とこう強い色ではしっかり寄せてあげる、そんなイメージで、このカラーからスタートしていきます。どうかな。ういーって前で追ってきたねー。シャ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 、いい食い方、いい食い方してくれてますね。がっつりダブルフックウッティングです。で今回まず、タックルはですね
ブレイクスルーゼロバージの 60ISS にですね、エステルラインの 0.4 号で、リーダーがフロロカーボンの 0.6 号っていうセッティングで、P ラインでもいいんですけど、ただライオンナノってどっちかっていうとやっぱりスローなアプローチになっていくので、そうなるとやっぱり、水中に滞在してる、漂ってる時間が長くなる。そうなるとよりステンレス性の高い、透明なエステルラインの方が魚に対するプレッシャーっていうのも与えにくいんで、割とね僕はもうライオムナノを使うときはエステルラインが多いですね。今探りの段階で2000番のノーマルギアの、リールでだいたいリール半回転止めてっていう形のデジ巻きで、誘ってますけど、本当に様子を見るっていう時にはね、僕はこのアプローチをすることが多いです。でこれで実は今当たりは出てるけどちょっと乗り切らないのも多いんですけど、そういう時にちょっとまた色を変えたり動かし方を変えたりっていう形で、ちょっと次のステップにシフトしていくんですけど、割と手前だったか。よし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 、これも元気なレギュラーサイズ。よいしょー、いい。よいしょ。今も半回転のデジ巻きでね連れてくれましたけど、ただこのアプローチってどっちかっていうと割とグーって抑え込んでくれる当たりが出るときに有効なんですけど、今日はどっちかっていうと釣れてるどっちかっていうとツンツンってもっと瞬発的な当たりが結構多いんで、色も含めてちょっとアプローチを一回変えてみますね。よし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 、これも元気だな。うい。さあというわけでカラーを変えて、ブルガリアでも大活躍のマットメタルブラウンですね。こちらに変えてバルキャノン18の時にも紹介した僕のボトムアプローチのカラーローテ、派手地味っていうことで、さっき派手なの投げたんで、まず地味な色次に投げて、で今度はさっきよりも、デジ巻きのこのハンドルを巻く量をもうちょっと少なくして、リールハンドル3分の1回転ぐらいで、ちょっと移動距離を少なくしながら、もうちょっとタイトにスローに攻めていきます。で特に本当に冷え込んだ時はね、このやっぱりより少ない移動距離、よりスローな誘いっていうのもものすごい効くんで、あとロッドの角度っていうのもさっきよりもちょっとアッパー気味に上気味に構えていて、これはなぜかっていうと若干そこからより跳ね上げるイメージでこの角度にしてるんですけど、あとはツンっていう当たりがあった時にやっぱりロッド角度があった方がフッキングしやすいんで、今日の当たり方的にはこっちの方がフッキングしやすいかなっていうのがあって、で若干跳ね上げるのもほんと数センチ、イメージ的にも5センチ上がってたら結構まあまあ上がってるっていうような感じですかね。もうボトムから5センチ跳ね上げれば全然十分なんで、もうちょっとねボトムから広い範囲に魚がレンジ的に散ってるっていうんであれば、もうちょっとね、数十センチ20センチ30センチ跳ね上げるっていうのも有効なんですけど、本当に玄関機の釣りはいかにボトムから離さないかっていうのがすごい重要になってくるんで、ちょっとそこを意識しながらやってってます。おっしゃー、ナイスバイトー。よしよしよし、元気だね。やっぱサイズもワンランクアップかな。よし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 、よっしゃー。
おお、かっこいいレインボー。うっしゃー。やっぱ結構ハンドルやっぱ3分の1回転ぐらいな移動距離少ない方がね、ガツンとさっきもそうだったんですけど、いい当たりが出てくれますね。で、今日みたいに割と風が穏やかな日っていうのは、このロッドアッパーに構えて移動距離を抑えたデジ巻きっていうのがやりやすいんですけど、どうしてもこの時期風がね強い日も多かったりするんで、そういう時だとちょっとこのアッパーに構えるってやりづらくなるんで、そこで有効なのがもう一つ、シェイキングですね。ロッドをシェイクして、そこをねトン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 ってこう叩くように移動してくる。ちょっとそっちのアプローチ、タックルも変えながらねそっちにやってみたいと思います。またここでカラーを変えて、秘境シュリンプっていうグロ系のカラーでいきます。でタックルをですね、ゼロバージの 60ISSUL に同じくこうエステルラインの 0.35 を組み合わせたタックルで、こうなんでワンランクじゃないな、だいぶこう柔らかくしたかっていうと、やっぱりシェイクイングこうね細かくアクションするときに竿自体が柔らかい方がやりやすいっていうのが一つと、あとシェイキングした時に結構ねガツンと持っていくことが多いんですけど、そこをいかに持ってかせてあげるかっていうのでこうバラしにくさにつながってくるんで、こうシェイキングやってる時にしっかり持ってってくれる竿、食い込んでくれる竿、割とこうねしなやかな竿の方がフッキング率、キャッチ率っていうのが上がってくるんで、それも含めてよりしなやかな ISSUL でシェイキングやっていきます。魚がねすごいスローな時でボトムバンプ、ロッドによるボトムバンプとか、あとデジ巻きっていうのが効かないっていう状況でも、このシェイクだけはすごいいい当たりが出続けてくれるっていうこともね、特にこれから寒くなると本当にあるんで、あんまりこうねやられたことがない方、ぜひねこの冬やってみていただければと思います。で特にやっぱこのシェイキングの肝は、動かしすぎないボトムから、離しすぎないっていうのがすごい大事で、あとはこう水質的にはねマッティ系の水質の釣り場さんでも非常にこう実績のあるアプローチになるんで、おし OK 沖でいい当たり、これも元気だな、ナイスサイズ、うふふ、おおおおおお、元気元気、よいしょー、よいしょ OK。 今シェイキングでもね沖でいい当たり出てくれましたけど、ただどっちかっていうと今日はデジ巻きの方がもうちょっとねアピール力が強いんで、デジ巻きの方が当たりが出てるんですけど、ライオンムナノのシェイキングで当たらない時にもう一個ね、シェイキングでぜひこのライオンムシリーズで試していただきたいのがノーマルサイズのライオンということでね、ちょっとそっちを一回試してみたいと思います。はい、というわけでノーマルサイズのライオン、動かし方はさっきまでと同じくシェイキングで誘っていきます。でこのライオンムナノの使い分けは単純にやっぱりこうサイズ的なアピール力になるんですけど、今やってるこのシェイキングっていうアプローチってやっぱりアピール力が非常にこう弱い、そこがいいところなんですけど、アピール力が弱いアプローチなんで、ライオンムナノだとちょっとね弱すぎるっていうシチュエーションの時にぜひ試していただきたいのはこのノーマルサイズのライオンによるシェイキングですね。で特に本当に冷え込んで魚がすっごいスローな時に、もうライオンムナノこっちのノーマルサイズしか反応が出ないっていうこともね、僕結構実は経験してて、もうねライオンムナノとライオンムって本当にライオンムナノちっちゃい方のライオンムナノにどうしてもね注目、ほら注目されがちなんだけど、
1投目でしたね。さすがライオン。ナイスナイス。お元気元気。よし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 よっしゃー。1投目でさあ、というわけでライオンノーマルサイズ、もう狙い通り1投目でね食ってきてくれましたね。でやっぱりこの本当にシェイキング、シェイキングだけじゃなくてデジ巻きでもこのライオンのノーマルサイズって活躍してくれるんですけど、特にねもう本当シェイキングでのこの爆発力っていうのがねすごいんで、皆さんぜひねライオムなのとライオムノーマルサイズ使い分けることで本当にこのボトムの幅、アプローチの幅、そして冬の、攻略っていうのもね幅が広がりますんで、ぜひ使い分けて、見てください。はい、いかがだったでしょうか。今回ですねライオムナノ、そしてライオムによる、こちら緑フィッシングエリアさんでのボトム攻略、さまざまな、アプローチでね、釣ることができましたけども、皆さん、ぜひですね冬本番のボトムアプローチに幅を広げるこのライオンシリーズ、ぜひですねいろいろなアプローチでこう楽しんでいただければと思います。はい、そしてですね、コメント、グッドボタン、高評価、どしどしお待ちしております。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。